はい、こんばんは、YouTuber ではない光栄です。今日はですね、折り紙を折るところを見せようと思っていて、いろいろ、今 iPhone で、自分の iPhone 12 Pro で撮ってるんですが、こういう風に撮ろうとか、こういう風に編集しようとかいろいろ考え始めると、時間が経ってしまってなかなか進められないので、とりあえず撮り始めました。で、I can speak in English, and I was kind of planning to do English version, like explanatory video, but I've decided to just speak in Japanese and add English subtitle later, even though it's gonna be troublesome, a little bit troublesome for me. So, 今日は、折り紙を折っていきたいと思うんですが、折り紙と言ってもですね、いろいろあるんですが、今日は折り紙の鶴を作っていきます。で、折り紙を折るときっていうのは、例えば、日本人でもですね、折り紙を折ろうって思うときがそんなにないかもしれないんですけど、折り紙を折ろう、なんか折りたいなっていうときっていうのは、こういう折り紙として売られてるような、これは100円均一で買ったんですけど、折り紙として売られてるようなこういう紙を使うのが、これは子供向けですね。一般的かと思うんですけど、折り紙っていうのは、私はプロではないですけど、折り紙っていうのはもっと身近なものであって、こうやってかしこまって折り紙を買わないと、それは何ていうかな、その折り紙向けの紙を買わないとできないものでは本来ないわけで、それが今回やりたいことなんですけども、例えば、これいろいろそのアパートのポストとかに突っ込まれてるようなこういう広告の紙ですね。こういった、何種類か厚さとかサイズによってちょっとピックアップ今回したんですけど、こういった紙を用意しました。で、今回は折り紙をやってみようと銘打って、こういった折り紙も、なんていうのかな、ちゃんとした折り紙用と売られている折り紙も買ったんですけど、ベースカリ今回は基本的にはこいつらは使えません。後でちゃんとというか、言ったらそうだね、ちゃんとだね、この折り紙用として作られてる、こういう正方形に切られた紙も使っておるかもしれないですけど、今回のこのビデオのポイントとしては、こういった折り紙として売られている折り紙じゃなくて、折り紙というか、折り紙として売られている紙じゃなくて、こういった別に普通の紙でも、言うたらそのA4 のコピー用紙とかでもできますよ。で、それを用いて、それを用いてる体としてやりますよっていうのが今回の動画です。で、とりあえず今回は、僕のスマホ、今これ iPhone 12 Pro で撮ってるんですが、本来ね、頭の上でこういう上とかにビデオを置きながらやりたいんですけど、ちょっとそういった環境もないので、いい感じの感じにセットいろいろして、とりあえず最低限必要かなと思うものを用意して、臨んでいます。で、早速折り紙を始めるにあたって、必要なことですね。まずは、正方形、スクエアな紙ですね。これはご覧の通り、ちょっと画角のあれで、ちょっと見づらいんで横にするんですけど、よくある、自宅のポストとかにね、突っ込まれているような、筋トレサイトというか、ジムトレの宣伝紙ですね。ちょっとこれは厚めというのかな。ちょっと、見てわかるような感じで、結構厚めの紙です。はい。こんな感じの紙を使うこともできますし、薄い、こういった紙。こういった紙の方が多分、折り紙にはしやすいと思います。折り紙にはしやすいっていうか、折り紙をやるときには、こういう薄めの紙の方がやりやすいと思います。で、ここで、一旦、本物のと言いますか。じゃあ一旦こっちから上げていくと、こういった感じで、28 sheets, and 150 millimeters by 150 millimeters. So basically, origami papers are square. And I'm going to explain it later, but that's the very important part. So, ここ、とりあえずここら辺にあって、これは this particular origami paper, I got this at a 100 shop.
100円ショップ。This one is made in Japan, 28 sheets, 4 different types, styles, patterns, and 7 sheets. So, Japanese style looking papers. So, usually I'm not gonna like take the entire like content, but just so that you can see it. So, 4 by 7. 例えばこれね。Another one is like this. And here's another one. Here's another one. So 7 of them. Here's another one. So as an example, I'm picking up this one. Okay. And here's another one. Design paper. Again. This one is made in China. Anyway, here's another one. 8 pieces. More like luxury looking paper, so to speak. So 8 pieces. So basically 2 designs. Nothing on the back. So 3 and 3. This is a bit thicker. はい。なんて言いながら、喋りながらなんか途中から英語になってたんですけど、まあこういう感じのやつが一番、なんていうのかな、一般的というか、まあ折り紙って基本的に子供向けなことが多いと思うんですけど、まあ幼稚園とか保育園とかそういうので小学校とかで見るようなこういう、まあね、まあこれはね、お得用で100円で、65枚日本製、金銀入り32枚、32色ということで、15センチ ×15 センチですね。売っていたものです。で、まあ色とか種類はこんな感じで、まあ基本的にそれぞれ、各色2枚ずつ入ってる感じですかね。で、金と銀は各1枚ずつ。で白は5枚と。で、他は基本的に2枚入ってるんですね。まあ、これが多分、一般的な、まあ、折り紙の、なんていうのかな、配色だとか、枚数とかかな。こんな感じで、基本的には、まあ、折り紙ってただの紙と言ってしまえばただの紙なんですけど、まあ一応こう、65枚入りですよっていうもので、まあ全部こう出すならばこういった形になってます。はい。で、まあ一番ちょっと折れちゃったんですけど、手前が赤からオレンジ、黄色、肌色とかいろいろこんな感じになっていて、まあなんでここにあるのかわかんないですけど、まあ途中に金と銀のこのね特別な、特別ですよ本当に。これは僕らっていうかその子供たちにとってはこれはもうねスペシャルなスーパーな紙ですね。これはもう金と銀、まあこれは金と銀しかないんですけど、まあ、こんな感じでいろいろな色がありますよと。で、まあ折り紙を折りましょうと言ったら、まあ一般的にはこういった折り紙として売られているこういうね正方形のあらかじめ機械でこう、まあ職人さんの手か機械か知らないですけど、まあ機械でしょうね。機械で切られたこういう風に15センチ ×15 センチみたいな感じで切られた、こういった紙を使用するのが一般的だと思うし、それがまあ一番手っ取り早いし、まあ時間とか考えれば安いと思うんですが、今回はまあその前にちょっと一瞬これを見せると、この折り紙としてよく売られている一般的なこのね折り紙的なこの紙に比べると、この
これも同じく折り紙として売られてたんですけど、こっちは結構熱いんですよ。わかるかな？動画ではあんまりちょっと伝わりにくいとは思うんだけど、わかる？この結構、これで見えるとは思ってないけど、このカメラで厚さの違いが結構、はい。で、これはね、もう一枚。だからこれの間ぐらいですね。これが一番薄くて、これが真ん中らへんですね。これが厚い。でも折り紙やりましょうってなったら、これぐらいの薄さの紙が、何ミクロンがちょっとわかんないですけど、一般的ですね。ただ、今回ですね、なぜこのビデオを撮ってるかというと、もし外国の人で、折り紙に興味がある人がいたとして、ただ、折り紙をやるにあたっては、例えば抹茶とかさ、茶道とか、みたいな、そういったなんていうのかな、抹茶とか茶道とかに限らずだけど、なんかこういうものを揃えなきゃいけない、こういう作法でやらなきゃいけない、みたいな形でもし考えてたとしたら、それは、厳密に言えばそうなのかもしれないけど、そこまで固く考えなくていいですよっていう、こういう折り紙をやるにあたって、折り紙と呼ばれるちゃんとしたこういうね、折り紙として売られているもの、なんていうの、提供されているものを使わなくても、折り紙の本質的な部分っていうのは、やっぱ別に新聞紙でもコピー用紙でも、できるところなんですよ。その良さっていうのは、気軽にね、要は紙を折って何かを作るっていうことを楽しみとして、発展させてきたっていうのかな。発展させてきたのが、その日本の文化の折り紙と呼ばれるものなので、極論言ってしまえば、もはや極論でないし、もともとそうだったと思うんだけど、例えばこうやって新聞とかに挟まれてるような、こういった広告を使っても、折り紙っていうのは遊べるし、むしろ折り紙っていうのは、こういった脱紙、ちり紙を使ってやるぐらいが一番、なんていうのかな、折り紙の本質的なところなんじゃないかなと思うんですよ。もちろん、千羽鶴とか、プレゼント用とかの、折り紙を折るときは、こういう風に、なんていうのかな、ちゃんとしたというか、綺麗な紙を使えばいいと思うんだけど、練習とか、別に鶴を折りたいぐらいでは、こういった身近にあるね、紙を普通に使えばいいと思うんですよ。別に今の時代のSDGs がどうたらこうたらっていうわけじゃないんですけどね。で、じゃあどうやってこういう紙から、普通にこういうね、身近にあるような紙から、A4 のコピーペーパーでもいいんですけど、折り紙をやっていくかっていうところを見せていきながら、今日は鶴を作っていきたいと思います。で、まずは、こういう、ちょっとね、厚めの紙だろうが、こういう薄めの紙だろうが、基本的にまず最初やることは一緒です。で、今回は鶴を作るという前提でお話しするので、鶴じゃない場合はちょっと違うかもしれないんですけど、まず、鶴を作る場合として考えてください。こう一応、ちょっと定規があるんですけど、一旦、どけておいて、まず、こういうね、A4 だろうが何だろうがいいんですけど、鶴を作るには、まず、最初の段階で、三角形に折るので、結局同じ感じになるので、まずここで、三角形を作ります。この、二等辺三角形って言うんですけど、日本語では。この、two sides, what? equal triangle? とりあえず、また後で、折り紙を実際にやり始めたら説明するんですけど、一番大事なのは、要するにこの角と、この辺を、いかにピシッと綺麗に合わせるかなんですよ。折るときに関してもね。で、この長方形の紙から折り紙を作るにあたっては、まずは、正方形スクエアを作りますね。なので、まず、ここね、カメラの正面に持ってくると、まず今ちょっとこの紙が黒いから、ちょっと一旦これをどかしますね。見やすいように。そうすると、こうなります。で、一旦ちょっとここら辺で、この遊びを設けて、一旦こういう風に、ちょっと、
作ってあげます。この角を、コーナーをね。で、この時もここがね、一直線になるようにします。で、そしたら、一直線になったね、上の紙とこの下の紙が一直線になったら、押さえてあげます、ここ。押さえる。で、決めてあげる、この角をね。わかる？ちょっとカメラ的に。ちょっと、この机が小さいんだけど、この角を決めてあげます。ね。そしたら、ここ、一直線になってますね。ちょっと今なんか変な虫がいるんですけど、決めてあげます。そしたら、ここで、はい。Put pressure on your finger here. So that this line is fixed. そしたら、ここが大事。ここを押さえつつ、こういう感じで、you put pressure like this way, and your hand wants to go like this way. But at the same time, putting pressure like this way, so that this line goes straight, like 40, not like, but exactly 45 degrees. ね、こういう風にちょっとずつAnd so now you're getting 45 degrees out of like, let's say A4 paper. ね、こう this line is straight, this angle is sharp, and this angle is 45 degrees. So I'm making use of we say belly of your finger and nail of your finger. So I'm making a line. And now, just like that, we have paper looking like this. And after this, you basically have a imaginary square paper out of this as you open it. So we want it square, so like you can flip it, or you stay, like you can keep it like this way. But what we are doing next, like in the next step, is you're making a square out of this. So I'm doing personally like this, but you can, well, this way I'm not really recommending it, because it's gonna like take a like thickness of this paper remaining, so to speak. So basically you can, in the easiest way, you can do it like this, and now you have a square. But I'm doing like this way. So flip it over to the other side, making sure that, not making sure, but you know, he's a straight line, like this, straight line. So you fold this part and making sure that the again, the edge corner is sharp. Well, anyway, this time let me do it the other way. So this part. So you can basically fold this entire part, aligning this line. So as you can feel at the tip of your finger that this is going to be the edge.
you can do it like multiple times. You don't have to like do it one time. Notice that the edge is fully hidden, covered. You can even flip it, lift it up. You can feel it. But when you're going too farther this way, like this side, like this edge side is going to be covered by this paper, this part, like exaggeratedly, like this. That you don't want. This you don't want it. So that's why I want to do it the other way, flip it other way, so you can go like this part, because this part has been already folded. This part of the paper is not going like much farther, so you can like fix the line like here. So let me just do it and show it to you. So as you start folding this part, you can align this line and this like line. And you can use your nail like this to make the folding line like firm. And remember always, you want straight line no matter what, like the starting point or ending point, starting point or ending point. You need to like connect these points straight. So this is my finishing point, starting point, finishing point, starting point, finish point, whichever. So you like fix the starting point or finishing point, starting point, finish point, 2 points, and connect these points like this. Now, and making sure that you have the firm line, that line firmlyわかんないけど、ちょっとこうやってやって、so now we have imaginary square. So you kind of flip it over, and you do the same thing from the other side. Now we have like a firm line that was made from the other side, but you basically follow the same thing from the other side. So now you have a square basically, which is whose tip is meet at the at one corner, 45 degrees, 90 degrees. Look at that. So this 45-degree line meet exactly at the 90-degree corner. So next thing you want to do is you gotta like trim off this part to make the remaining part square. So in order to do that, you can either use a cutter like a craft knife
and like a straight line thing, like a measure, like aluminum measure, or this is what I personally prefer, but you can make the line firmly enough several times, doing this from this side, doing the same thing from the other side a few times. I'm using my finger cutting this part off. So one point is that you don't want to go from this side because there's already a line like this line. So as you start like tearing this part up, like this part wants to go this way and this way at the same time. So you don't want that. So you can start from the other side, which has one line. So okay, you can start like you can これをもういっぱいこうやって折って何回かこうやって折ってでいっぱいやるとここがラインできるから now you want to start from here, starting like this, and you want to tear it like this. And you want to tear it like this.はい。で、ここから始めて、こんな感じでできましたと。次はもう一回同じことをこのカッターを使ってやってみます。で、次はちょっともうちょっと簡単に、もうパパってやっちゃうんですけど、まず、この角を決めつつ、ここもう角というか、ここの一直線が出たら、こう、いろいろなりようがないんで、この一直線さえ出れば一緒のことなんですよね。だからこの角が決まろうが決まらないが一生懸命、この一直線が出れば、基本的に一緒なんですよね。で、これでこう決めたら、これでこう。で、こういう感じで決まりました。そしたら、ここをね、もう折っちゃいます。で、ここが支点だから、ちょっとなるべく遠目に、ここら辺で取ってあげると、このストレートがより決まりますね。この決まりやすいです。もう極論。はい。これで、決まりました。基本的に。そしたら、そしたらこういった、下敷き使いたかったら、使ってもらって、ちょっと私右利きなんで、ちょっと今回のセットアップでちょっとやりにくいんですけど、この線に引いてもらいたいんですけど、切るときって、この線があろうがなかろうが、こうだろうが、どこでも切れちゃうわけですよね。だから、本当は、僕の場合は、この
この折れた線に向かってこう手で切っていった方がよりこのまっすぐが出せるんだけど、まあそれがやりたくない、やりたくない、うまくやれないかなと思う人は、まあまあいいですよ。一回こういう風にまっすぐなものを当ててもらって、で、まあ僕本来右利きなんで反対側でやりたいんですけど、ちょっと今スペースの都合でうまくできないんで、やってもらうと、まあはい。これで、まあ、基本的に同じ正方形の紙ができましたと。はい。で、言うたら、ここからが本番です。で、まず、まあ、この紙がどういう風に作ろうが、まず折り紙がこう、四角形のね、折り紙があったら、まずこの三角形を作ります。で、この折るときに、まあ、これがこういう風に、もともとある折り紙だったらなおのことでいいんですが、ここが例えば10インチだったら10インチ by 10インチでしょ。例えば120ミリです。120ミリですって言ったら正方形なんで、ここの角をこう、まずこう、合わせます。ね。で、こう、折ります。で、この角が合ってるのがまず結構大事。まあなんていうのかな。やりたいことによって当然精度は変わっていくんだけど、まずこの角を合わせることが大事です。で、角をここ合わせたら、こうやってやらなくてもいいです。もうむしろ持ち上げて、この両手を使って、このラインとこのラインが合ってれば、おのずとこの角は合うんですよ。で、この角がこう、ふうに合ったら、そこを崩さないまま、置いて、止めて、このまま、こういって、こう、決めてください。で、ちょうど、この紙がスクエアだったら、こう降りてきて、このままこういけば、ここが、両方ね、こっちがもう、綺麗に合います。ちょっとこれを、今回はちょっとずれちゃってるんですけど、ここさえちゃんと合ってれば、ここが合うんです、綺麗に。まあちょっと、これはまあちょっと今回5倍強ということでずれちゃってるんですけど、ね。で、仮に合ってなかったら、like for instance, if this edge is not like completely, perfectly matching, like if it's not 45 degrees, you can make it 45 degrees and kind of let the other part like absorb it, if you know what I mean. Like this part 45 degrees and let the other part absorb it so that like it kind of spreads out. So next time you want to is fold it like into half. So to make it like to fold it completely half is there are two important things. The first thing is that you want to make sure that this corner matches like completely without leaving any like angle. Then fix it like so, or otherwise, making sure that the other corner is completely, is it again 45 degrees? Yeah, this half of 90 degrees, so it's gotta be 45 degrees. So making sure that this angle matches completely and perfectly. はい。
this is, and this is still at the beginning of folding paper crane, but very important part. So making sure that this angle perfectly match. If you want to make a clean looking paper crane, so like this. So completely 45 degrees, you see it. So as you get 45-degree angle corner, you kind of like apply like a straight line to the edge, like this, folding this part, making sure that it's not running away. So we basically have one good looking corner and the other good looking corner like this. So here is basically the starting point with now with straight lines. So now you basically have, out of square paper, you have like 4 lines, and you want to go maybe like this, and you probably want to start like from here. So you go like this again, to go like this, making sure that when you're doing origami, corner is a very important thing. So making sure that corner meets here. Like this. And the other corner here meet like this. And if you're not sure, you can lift this part up, making sure that this part, and these 2 parts, make sure that they meet perfectly. And once it's perfect, you fix this part, like place it down on the table. You can fix the other part, like a straight line, making straight lines, basically. Just like that. Now we have another square here, and we have another one, another 90 degrees square here. So you do the same thing again. Flip it.このさっき折ったこのコーナーを生かしつつ、この this way, this corner line, 45-degree line, もう一回こっち側に折る。折ると、この淡いラインが this slight line becomes like a firm line. As you can see it. で、ここが you see, like a firm corner, which is a very important thing. で、まあ、さっきと同じようにだけど、今回はちょっと両側が違うからちょっとやると、make sure that this part before is very
like steep 45 degrees で折ってあげてこう make sure that this edge like four of them like the other side これとlike two of these and this one all of these meet this is the very important part so these guys want to meet at the very corner so once they meet you like fix it push it down make sure that they all meet at the one corner they at the same time they make sure that they still keep like lines like so hi so now you get like 4 square folded paper out of like 1 square paper like this yeah and very beautifully folded making sure that this part like meet very beautifully if you're not sure you can do it later like this で次はnot maybe but basically even folding this paper like this would give you the same looking result so as long as you have folded this like I've been doing like you get pretty much the same thing this way or this way okay so next step you're gonna go like you're going like that and flip it over and that and that その時に大事なのはここいかに綺麗に折るかなんですよねだからここをこう見て一点に集中してますねでこう一回ここを整えてあげますで一回ここを整えてあげてそのまま折っていきますここにラインがあるんでラインに沿って折りますでもう一方も同じようにねここに沿って折ってあげますで反対側も同じようにこうねここ折ってここにこうラインがあるんでそこに沿って折ってあげます一回そのままこうラインつけてあげてでこうやってあげますでこの時点で折ってあげた
こっち側とこっち側両方できますね。でこの時点でここのズレはちょっとあるんですけど、そこは一旦無視してこのままこういます。でこの時にここにラインがあるんで、ここのラインとここのラインが折れてるんですね。もうこの時点で。だからこっちの方がわかります？こういう風になってるんで、このままいってあげます。一回軽くね、軽くいってあげます。お互い両方ね。で一旦優しくこの角が出ます。でここが出たら上からこう見てあげて、この真ん中にラインがあるんで、このラインに沿ってここのラインを揃えてあげます。こんな感じでね。でもう一方も同じようにこのラインに沿って揃えてあげます。そうするとここが綺麗に合いますね。でもう一方も綺麗に、まあ基本的にね合ってます。ここちょっと後で修正すればいいんだけど、でこうまっすぐなりましたね。そしたらこう折れば、ここはね合った状態で決められますね。そしたらもう一回 same thing, you wanna do the same thing again。 まあここから始めてこう折ります。で優しく折ってもらって、優しくこのラインに沿っていきますね。でゆっくりやると、ここがさっきのところにつながってくるんですけど、なるべくここをきれいにするとこうきれいにエッジが取れます。でここを最後でこう最後合わせてもらって、はい、できました。で開いてでここからこの中でこっちにやりながら
でこうなりましたと。で最後、こうふうにして、この時もこうがこういうふうに綺麗にまっすぐなってるのが望ましくて、でこのままこう折って反対側も折ってでこの時にここにちょっと隙間があるとでこっち側がこういうふうに